iPad のクリップスタジオパソコンと比べてどれくらい使いやすいっていうか、後ろで消しゴム欲しいな。消しゴムはあんま僕使わないから。そうプロになるとね。いやそういうことか分からないよろしくお願いします。今日もマイクさんが来ましたイエーイ。今日は特別な道具持ってきましたね。この前の耳かきより耳かきずっと引っ張るな。耳かき見つけました。世界中でイヤーピックじゃないいっぱいやりました、iPad Pro ですね。なんで iPad になんかすると思いましたか？家以外のとこでも作業ができるようにあしたいなと思って、例えば外出中とか移動中とかできるようにしようと思って買いましたね。まだ買ったばっかりなんでまだ完全にいろいろできるわけじゃないんですけど、でも使っているソフトは同じクリップスタジオで、こういう角度でも書けているんですか？一応できるよっていうぐらいですね。ただちょっとまだぐりぐり動くんで完全にいいわけじゃないんですけど、でもいわゆるネームとかみたいな、下書きみたいなやつとかだったらできるかな。このキーボードは外しても使える、もう使えないんですよね。外したら多分使えないんじゃないかな。使えないですね。じゃあこういう角度じゃないとダメですね。今のキーボードだと普通に Bluetooth のキーボードだったら別に多分できる。で、もう一つの面白い道具ですね。テンキー。これはなんで使ってますか？もうキーボードがあるのに。これショートカットをこっちに入れて使うようにしてますね。クリップスタジオは自由にどんなキーでもどんな機能でも使えるわけですか？ある程度使えますね。じゃあ例えばどういう機能を使っていますか？例えばこういう選択範囲やって、これを押すと縁取りっていう機能が。じゃあ漫画のページでいつもやってることがすごい早くでそんな感じです。この9番で虫眼鏡。じゃあ指で拡大とかはしてないんだ。もうこっちで全部やりますね。じゃあ結構 iPad だけどパソコンみたいに。そうですね。じゃあ今はこれでやってますけど、できれば後々出るかもしれないんですけど、クリップスタジオが出してるショートカットのやつ、タブメイト使えない。今は使えないんです。今は iPad にはちゃんと使えないんですけど、そのうち出るかなと思って待ってはいますね。じゃあお願いします。クリップスタジオセルシスね。お願いします。あとは手のひらで固定して動かすやつがプラスのボタンだったり、塗りつぶしが黒だったこのマイナスだったり。それは選択派にだけになるんですか？いや、これはもう全体はい、ああいう機能がよく使ってるんですか？使えますね。選択した時に塗る時もこれを押せばそこの範囲だけになるので。そうなんですか？これこうしてでこうするとそこだけ便利でこの矢印みたいなのは1個戻るなので。それは大事でしょ。アンドゥでこれ5番が保存。これ5番押すだけでファイル保存されるんで。いつも忘れてるこの、4番がコピーなんで、コピーしてでこの6番がペーストなので、これするとペーストされてるんで2個できてると。これが拡大、書いたやつの2番ですね。ショートカットなんかコマンドなんちゃら、シフトなんちゃらよりもこれで数字で覚えることができるんですもうあるし、単純にもうやっていけば勝手に手で覚えるんで、それが一番早いんですよ。なんでそういう風にした方が作業効率がいいので、テンキー使ってますね。本当に個人的に思ってたんですけど、Apple のキーボードでコマンドキーは結構変な場所にありますよね。コピーするときに普通のキーボードだと小指を使ってなんかコントロール C だけど、Apple だとなんかクリスクロスになっちゃいますね。そうなんだ。僕こうやって普通にやるんで。そういうはずだったか。普通にそうずっと間違えてたんだ。で、iPad のクリップスタジオパソコンと比べてどれくらい使いやすいっていうか、どれくらい慣れなきゃいけないとか。いやクリップスタジオ自体は別にそんなにパソコンがのやつが使えれば、
そこまで苦労はしないんですけど、パソコンの方で液タブでやってる方がやりやすいのはやりやすいですね。ただまあ移動中とか、あとはそのパソコンを持っていけない時とか旅行とか行ってる時とかにもう仕事したい場合は、まあ、めちゃくちゃ役に立ちます。なるほど。ファイルは同じだし、ソフトも同じだし、そのまま本当の仕事がちゃんとできる。ちゃんとできますね。はい。ね、いいね。で、画面の大きさ的にこれは何インチで 12.9 のやつ、まあ、作業するのには、まあ、なかなか使えるサイズだし、今のところそんなになんかめちゃくちゃ使いづらいなってことはないですね。で、パソコンで使ってるなんか液晶タブレットと比べて、Apple Pencil はどれくらいなんか使いやすいとか、私にとって Apple Pencil が書いて気持ちいいけど、消しゴム裏にない。タップしたら2回、なんか機能切り替えができるんですけど、本当は消しゴム後ろで消しゴム欲しいな。そっか、消しゴムはあんま僕使わないから。そうプロになるとね。いや、そういうことかわからないけどもう消しゴムが必要ない。いや、使わんことはないけど、まあここでパパってここで消したりするだけだから、あんまりそんなに。で、もともと別に液タブの時も後ろはあんま使ってなかったんですよ。そっかそれ結構使ってる。だから全然あんまりそこは不自由ないです。スマホで、これ何の表示ですか？これはこれの文字、何がこのボタンに設定されてるかっていうのをまだ覚えきれてないので、これを見ながらやるんですけど、忘れる時にこれで、これは完全に画像だけですか？これ画像だけです。そここれが別に iPad につないでるわけはない。わけじゃなく、だからまあ画面使っちゃうから、あんまり大きくないんで嫌だな。じゃあそれはリファレンスとしてだけ置いて本当に画像だけだったんだ。 iPad の画面が広くなるために関係ない。拡張アプリだと思って。違う関係ない。こういう天気パッド、これ Bluetooth ですよね。だし簡単に自分の iPad に追加できると思うんですけど、いくらくらい？でもこれはそんな高くなかったでも2000円かそんぐらい。ただまあ僕は手のサイズに比べてちょっとちっちゃいんでちょっと押しづらいっていうのはあるんですけど、まあでもそれも慣れたら分かんないですね。やりやすいかもしれない。ただタブメイト出してほしいなっていうセルスお願いします。お願いします。漫画業界で、そういうのを使ってる人が多いですか？家のパソコンではゲーミングデバイスとか、まあ、タブメイト使ったりとか多いですね。タブメイトじゃないと他のゲーミングデバイスでもクリップスタジオ、そういう機能つける？全然僕家で使ってるのロジクールのでゲーミングデバイスなんで。じゃあそれでもいけるんだ。いけます。よし、じゃあセルスです。お願いします。セルスお願いします。という動画商品作ってください。できればタブメイトをすでに持ってる人にはその iPad Pro 用のタブメイトを安く交換できるやつにしてほしい。いいね。安くいけるようにお願いします。安くいけるように。今パソコンで使ってるのはワイヤレスだっけ？僕がパソコン使ってるのは普通に有線のつながない USB でつなぐ。でもやっぱり iPad にケーブルつなぎたくないよね。せっかく。まあそうですね。Bluetooth のやつが出れば一番いいなって感じです。iPad の紹介でした。基本的に手を画面に置かないタイプですか？僕はあんまり置かないですね。なんか私だったらこの角度で絶対書けない。多分私だったら Apple のキーボードよりも何か Bluetooth のキーボード使った方がまあ確かにね。いいかもしれない。それもいいかも。でもマイキーは手をあんまり置かないタイプだから、これでも書けるんだ。じゃあマイキーの Twitter、Facebook、Instagram とかリンク貼ってありますので、ぜひフォローお願いします。ありがとうございます。あとチャンネル登録お願いします。お願いします。バイ